お久しぶりです。今回の真心は定食は1食191円の下味冷凍7日分。夏休みにご多忙のご家庭も上手に節約と時短しつつ、まだまだ暑い日々が続くので、さっぱりとした夏疲れ対策メニューを考案しました。ラベルに1週間分のメニューを書いたら、バリエラに袋をセットして早速作っていきましょう。それではいきますよ。いつものごちそうオニオンチキンステーキの夏版さっぱりメニューから。キッチンペーパーで水気を切って余分なところをカットしたら、ニンニクチューブを小さじ1/2ほどすり込んでいきます。あればガーリックソルト、なければ塩コショウでも大丈夫です。これは軽くでいいんですが、小麦粉を少々まぶす。裏面もひっくり返して薄くなじませるように振ったら袋に詰めていく。小さめがお好みの人は半分にカットしてもいいです。オニオンソースを作っていきます。玉ねぎは1/2をすりおろしておきます。酒大さじ3、醤油大さじ3、ポン酢大さじ2、砂糖大さじ2。さっきすりおろした玉ねぎをつゆごと1/2を加えて混ぜたら別ダレの完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。皮目を下にしてお肉を並べて、火は弱めの中火で蓋をする。皮目を焼くのに途中ヘラで押さえます。パチパチ音が鳴るまで2分ほど蓋をして、煮汁が出てきて焼き色がついたら裏返して、タレを回し入れ、もう一度蓋をして 4,5 分待って、串などで刺して透明の煮汁が出てきて火が通ったら完成です。コンはお好みで。さっぱりジューシーでとっても美味しかったです。食欲のない時はぜひ。夏といえばカレー。トマトを足すことで子供がとっても喜びます。玉ねぎを軽くカットしてミキサーでみじん切りにしていきます。あればブンブンチョッパーでも OK です。今回は合いびき肉、豚ひき肉でも大丈夫です。詰めたらさっきカットした玉ねぎを入れていく。分量が多いので袋を整えたら、あとは調味料です。醤油小さじ1、ウスターソース小さじ1、ケチャップ大さじ1強、蜂蜜はお好みですが大さじ1、トマト缶2/3、カレールー3つ。これで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍は水で解凍しました。フライパンに出したら軽く整えて、火は弱めの中火、お水を 100ml 追加して蓋をする。お肉に火が通ったら途中混ぜてほぐします。水分が少なくなってこのくらいになったらチーズをかけて蓋をしてとろけたら完成。これも食欲のない時におすすめです。とっても美味しかったです。キーマカレーと一緒に時短で効率のいい夏野菜ドリアを作ります。これも玉ねぎを乱切りに切ってミキサーにかけます。ブンブンチョッパーでもいいです。時短していきましょう。次はナスを 0.5 センチほどの厚さにカットしていく。冷凍する前に水につけてアク抜きしてもいいです。先ほど使った特用パックの半分を詰めていきましょう。これも豚ひき肉でも代用ができます。詰めたら空間を空けて玉ねぎを入れていきます。ナスは焼きたいので調味料の後に入れます。コンソメ小さじ1、目分量ですがケチャップ大さじ3、ウスターソース大さじ1、ニンニクチューブ小さじ1弱、砂糖大さじ1。この上にさっきカットしたナスを詰めたら完成です。パンパンですが空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。弱めの中火でナスを先に焼いていきます。焼き色がついたらひっくり返して両面焼きましょう。残りの具材を足してフライパンに薄く広げたら焼いたナスを上に乗せて、あとは弱めの中火のまま蓋をして火を通していきます。途中お肉をほぐして煮詰まってきたらチーズを上からかけて溶けるまで蓋をする。今回はチーズをちょっと切らしてしまったのですが、もっとたっぷりかけてください。めちゃくちゃ美味しいです。
レモンを使ったさっぱりメニュー。 0.5 センチぐらいの薄切りにレモンをカット。量はお好みですが3分の1ほどがベストです。さらに4分の1に切ったらラップに包んでおきます。手羽中をキッチンペーパーでさっと拭き取りをして、水分を抑えたら袋に詰めて調味料です。醤油大さじ1、酒大さじ1、砂糖大さじ2、みりん大さじ1入れたらさっきのレモンをのせて完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。レモンを除いてフライパンに並べ、弱めの中火で蓋をする。片面焼けたら裏返し、裏面を焼く途中でバター、またレモンをラップから出します。甘酸っぱいのがお好みの方は蜂蜜を小さじ1ほど追加して煮詰めていく。煮汁と鶏肉に火が通ったら完成です。すっきりさっぱりしてとっても美味しかったです。大葉の代わりは夏には欠かせません。薄い豚ロースを敷いて、上から大葉ととろけるチーズを乗せて巻いていきます。今回はチーズ焼きなので包み込まず巻くだけで OK です。1パック分巻いたらラップに間隔を空けて並べていきましょう。4つほど並べたら塩コショウを少々、まんべんなく振り、あとは片栗粉を少々。これは表だけで大丈夫です。このぐらいまぶしたら両サイドからラップを折りたたんで、下を折ったら空気を抜いて、上も折りたたみ空気を抜く。あとは端っこを上に乗せて折りたたんだらひっつき防止になります。詰めすぎると潰れるので空間を広げて縦に入れてください。空気を抜いて冷凍庫に保管していきましょう。凍ったままフライパンに並べて弱め中火で蓋をして蒸し焼きに。裏面が焼けたらひっくり返して蓋をする。チーズがとろけてくるので焦げない程度に焼けたら完成です。チーズ好きにはたまらない一品、美味しかったです。夏の疲れ対策といえば豚肉。ネギの白い部分をみじん切りにしてカットしていきます。今回は少し大きめのネギ3分の2を使いましょう。みじん切りにしたらネギは焦げやすいので後入れできるようにラップで包んでいきます。あとは豚肉を一口サイズの大きさにカットしたら、豚肉はバラでもロスでも構いません。切って詰めたらあとは調味料です。酒大さじ1、塩小さじ1弱、ウェイパー大さじ1弱、レモン汁小さじ1、水 50ml、 あとはラップで包んだネギを入れて完成。優しく空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。ネギ以外をフライパンに並べます。お水を 50ml 入れて火は弱めの中火で蓋をする。途中豚肉が煮えたらラップに入れていたネギを追加して蓋をする。ネギが柔らかくなったら完成です。丼にしてもおかずとしてもとっても美味しいです。節約レシピです。ベーコンを 0.5 センチ幅でカットしていきます。コーンは水気をしっかり切ったものを用意したら、はんぺんをちぎって入れていきます。ボウルに先に入れて混ぜると早いんですが、洗い物を増やしたくないので直接さっき切ったベーコンと水気を切ったコーンを半分入れて混ぜていきます。下から上に均等になるように混ぜたら、あとは調味料です。卵黄1つ、片栗粉大さじ3、濃いめが好きな方はコンソメ小さじ1、塩コショウ少々かけたら完成です。ジップを止めたらしっかり揉み込んで冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍したら形を整えてパン粉をまぶして170度の油で揚げ焼きしていきます。油は少なめでも大丈夫です。コーンが弾きやすくなっているので油跳ねガード必須です。両面裏返してきつねのようになったら完成です。オーロラソースでいただきました。美味しかったです。本日は7品、夏疲れ対策、さっぱり下味冷凍1食191円を作りました。毎年暑さを更新していますね。
まだまだ暑い日が続きますが、夏バテしないようにお気をつけてご自愛ください。また、私的なお気持ち、これを今回最後にお話しさせてもらっています。また次回も下味冷凍です。また皆様にお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。